そこです。いよいよ石破首相が追い詰められたというとんでもないニュースが入ってきました。早速そこでお伝えさせていただきたいと思います。この石破首相が追い込まれたことによってこの毎年10万円もらえるお金が増えるかどうか、あるいは特別定額給付金のような全国民一律10万円給付といったような給付金出る可能性についての動きをお話しさせていただきたいというふうに思います。今日この動画をご覧になっていただいている方は個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付をされたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったら確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたらすぐにお話しさせていただいてますので、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしておいていただければというふうに思います。チャンネル登録をしておいていただくと新しい給付金の情報が出た時にすぐにご覧になっていただくことができるようになります。早速いきたいと思います。石破首相が追い込まれましたということで、さあどのような状態になっているかということです。石破内閣の支持率、そして不支持率ということで世論調査をしている主要な会社のこの支持率不支持率、石破内閣の支持率不支持率最新のものが出揃いましたというところの速報をお伝えします。で、その中で支持率不支持率それぞれなんとどの会社も先に言うと不支持率の方が上回っているというふうな状態になってしまいました。ご覧になっていただいて分かるように支持率不支持率どの会社についてもこのギリギリのこの NHK に関してもですね、この不支持率の方が上回っているというふうな状況です。で、このそれぞれの会社で支持率不支持率が出てですね、最新のもので不支持率の方が上回っているというところももちろんポイントなんですけれども、一番はこの不支持率の方が上回っているということではなくて、この不支持率の高さですよね。支持率の低さ、そして不支持率の高さということです。不支持率というのは明確に支持しませんと。で、あるいは答えないというふうな選択肢も当然あるわけで、合計がそれぞれの企業100にはなってない形なんですけども、明確に支持しませんと言っている方がこの世論調査の会社ごとに 50% を超えているところが半分ぐらいあるといったような状況です。で、約半分ですね。約半分の会社が不支持率がなんと 50% を超えていると。半分を超える人が明確に石破内閣を支持しませんということで挙げているという状態です。で、それがどのように影響するかというところです。もう先に言うと、この石破内閣はこの内閣のこの石破内閣として要は自民党の総裁を決める選挙の中で石破さんはですね、この自民党の総裁として選ばれてですね、内閣総理大臣になったとしてもすぐに選挙を行うというわけではありませんといったような形で、その自民党総裁選の時にお話をされていました。大嘘だったわけですけれども、結局石破さんが自民党の総裁選で、総裁に選ばれて石破首相、石破内閣総理大臣ということで誕生した瞬間に解散というふうなことをお話しされました。いやいや言ってたじゃないですかと、いろいろと野党と議論を交わしてその上で解散するっていうふうに言ってたじゃないですかという声がめちゃくちゃありましたが、石破首相はどこ吹く風と、そんな声は気にもせずにとっとと解散をしたということですね。ただその衆議院を解散した結果、自民党は大惨敗してなんと過半数を割れて、少数与党と自民党と公明党を合わせても過半数を割る少数与党という形に転落をしましたと。ただ石破さんとしては一番ベストな状態で解散をしました。それは今のこの支持率を見ても明らかです。この岸田首相の時にめちゃくちゃ低かった支持率が石破首相に変わった瞬間に少し上がりました。
そして支持率と不支持率っていうのが拮抗しました。その瞬間に解散を行ったという形ですので、自民党としてはそのままずるずると岸田さんで言っていたのでは、そのまま、あるいはこの石破さんが新しく選ばれたとしても、そのまま選挙をするっていうことを先延ばしにしていたのでは、解散するということを先延ばしにしていたのでは、もしかしたらもっと議席を減らしたかもしれないということですね。それは一時期的にその石破首相がなった時にバッと支持率と不支持率が拮抗してですね、ある程度自民党、あるいはその石破内閣が支持されるっていうふうな状態になりました。そこで解散を行いました。そこからずるずると不支持率が上がり、支持率が下がるという形になってきたという状態ですので、石破さんとしては、その中では悪い中でもベストのタイミングで解散をしたというふうなことですね。ただこのように不支持率がめちゃくちゃ低いという状態では、このまま何も施策を打たずにそのまま解散を行うとか、衆議院の解散を行ったりとか、あるいはこの夏に来る、参議院選7月の20日と言われてますけど、あるいは都議選は決まりましたね。7月22日というものを迎えたのでは、圧倒的に自民党の議員の議席数が減る。そして都議選でめちゃくちゃ減った上で参議院選を迎えるということなどにでもなろうものならばですね、自民党が参議院でももしかしたら過半数を割ってしまう可能性すらあるという状態です。大丈夫かということで、ついに石破首相が追い込まれた状態になってきました。さあ、そしてこの追い込まれた状態にある支持率がめちゃくちゃ低い。そしてそのまま都議選参議院選を迎えるわけには到底いかないと。あるいはこの参議院の選挙7月の20日ぐらいと言われていますが、そのタイミングで衆参同日選挙というふうなことも言われていますので、いずれにしてもそのまま衆議院解散しなかったとしても参議院選はあります、都議選もありますので、石破首相は何らかの手を打たなきゃいけないという状態に追い込まれてしまったというふうなことですね。いろいろと石破首相なりに自民党の中のいわゆるこの税金をより取るということについて正しいと思っている勢力とその国民であったりとか、あるいは野党の声というところの板挟みになっているのは石破首相なんですけども、ここまで来てしまうとある程度国民の声、あるいは野党の声というところに寄り添うということがない限り、本当に圧倒的に議席を減らしてしまって自民党が本当にぶっ壊れて、もう野党にずっと転落してしまうということになりかねないといったような情勢になっています。そこで毎年10万円もらえるお金が増えるということについても、石破首相はもしかしたら前向きに取り込んでくる可能性もあるんじゃないかということを、この石破内閣の圧倒的な不支持率の高さ、支持率よりも不支持率の方が全部上回っているというこのマスコミ各社のこの世論調査の発表を見て、感じ取ることができましたということですね。今石破首相が一番の話としては2つあります。一つは野党のどの政策についてある程度のむかと、高校の授業の無償化とか、あるいはこの103万の壁、基礎控除の引き上げとかいうところがまず一つありますと。でそれともう一つ、今日もニュースになってましたけれども、清和会の元会計責任者の方の参考人招致というところについての対応をどうするかということですね。その清和会の元会計の担当者の方は、責任者の方は出席しませんと、参考人招致出席しませんということを言っていて、それに対して石破首相は野党から質問をされて、その人が出席するかどうかということについては個人の問題だし、あるいは旧安倍派、いわゆる清和会の問題なので関係ありませんというような答弁をしましたと。いやふざけんじゃねえよということで、この石破首相の責任感のなさ、自分がこの自民党の総裁あるいは首相であるということも放棄するような発言ですね。全く責任を取らないという発言があり、そしてこの野党の提案するような政策についてももし飲まないということになれば、
あるいはこの支持率ももっともっと下がっていく、不支持率がもっともっと上がっていく、明確に支持をしませんという方が半数を超えると、積極的に石破内閣を支持しませんという人が増えるといったような状態にもなりかねませんと。そこで何にもしないっていうことはさすがにありえないんじゃないかなというふうに思ってます。さすがにいいですよと、国民が支持しないで、次の選挙覚えておいてくださいねっていうふうな状況にあるのが今ですよと。参議院選、石破首相覚えてますからね私たちはという状況が今の状態です。そこで石破首相としては分かりましたと。じゃあ、国民の皆さんのためにこういうような施策やります。あるいは野党のこの提案してくる政策の見ますというふうになってくる可能性はありますというところですね。この103万の壁、ちょっとだけ復習ですけれども、これは何かというと基礎控除の金額ですと。いわゆる所得税が発生しない金額が今のところは103万ですということですね。この103万を超えるまでは所得税が発生しないので、この103万円以下の年収の方、例えば家族、お父様の扶養に入られている学生アルバイトの方、あるいは旦那さんがいて旦那さんの扶養に入っているその奥様ですねの方が103万を超えると所得税が発生してしまうので、103万以下に抑えようということで働き控えをするという金額が103万ですということですね。で、これについてこの金額を決めたのは1995年の30年前なので、それをもうちょっと変えましょうよと。なぜかというと30年前は最低時給が611円でしたと。で、それが今は1055円になってるんで、それを加算すると178万円が今この基礎控除の金額になっているのが妥当ですよというふうな話です。この611円の時給の時にこの103万円が基礎控除の額という基準でいうと、この1日7時間働いて月で20日間、平日はずっと働きますという形でいうと、月で140時間働くという形になるので、年間で1687時間、つまり大体103万円になるというふうな壁に大体なってます。で、この基準でもし言うとするならば、その基準でこの103万というのが決められたのかは定かじゃないですけども、ただ1日、例えば9時から5時までパートあるいはアルバイト、パートですかね、イメージで言うと9時から5時まで働いて、そして休憩時間1時間ありますという形で言うと7時間の労働になりますと。7時間で、そして平日全部働く。月が平日が1週間で5日あったらそれを4週間で20日ですよね。7時間で20日働くということになれば140時間働くということになるので、それに611円をかけて、12をかけると、大体103万になるという基準にちょうどなってます。おそらくそれが基準でもしかしたら決められた可能性あるかなっていうふうにちょっと個人的に私は思ってるんですけども、その基準で、つまり今の最低時給その1055円というところで言うと、そこで同じような時間、1日7時間月20日働いて140時間月で働きますとなれば178万ぐらいになるっていう風な形なんで、この全国加重平均今1055円ですという風な状態であれば178万円に今もうなってしかるべしですと。178万円を目指すっていうことで自民党、公明党と国民民主党は握りましたけれども、目指すっていうか今178万円になってて妥当なんですよという提案を国民民主党はしていますし、国民もそのように思っている人が多いという状況です。というのは、この間150万円で検討しているっていうふうな声も聞こえましたがっていうことで、国民民主党の代表質問です。国会の代表質問で国民民主党の議員がですね、石破さんに質問したところ、150万で検討しているっていう認識にありませんということで、検討すらしてないっていうふうなことがありまして、国民民主党が玉木代表をはじめとしてふざけるなというふうに激怒りっていうふうなことがありましたけれども、150万でも全然税金の減税っていうのは効果はそんなにないというふうな形になります。150万だとこの減税額っていうのは5万円とか6万円にとどまると、年間で5万6万円にとどまるっていうふうな声もあります。そしてこの103万が150万になるってことで結構改善したと思うかもしれませんが、1日7時間働くっていうことはできない金額になっているので、やっぱり178万円を目指していってほしいものだと
いうふうに思います。ちょっと、ここについてもおさらいなんですけど、何もこの基礎控除103万円を178万円にするっていうのは、この103万円以下の人にだけ、そういう効果がありますよっていうふうなことじゃなくてですね、恩恵がありますよってことじゃなくて、この103万円を超える方についても減税の効果があります。例えばこれが103万が178万円になった場合で、年収が300万の方、300万円のうち所得税が発生しない金額が178万円になるということなんで、この103万円よりもっと上の金額の方も当然減税の効果っていうのがありますと。で、この毎年10万円もらえるお金が増えるっていうふうに謳わせていただいているのは、この全国の世帯の平均年収でいうと、大体300万、400万、500万がボリュームゾーンです。で、ボリュームゾーンっていうのは、全国のこの世帯年収の平均でいうと、500万ぐらいとか、あるいは460万、70万っていうふうにも言われてるんですけども、それはめちゃくちゃ稼ぐ人も加味しての計算で、このボリュームゾーン、つまり一番多くの人がいる、この世帯年収のゾーンっていうのは300万、400万、500万、大体400万ぐらいですので、その1世帯あたり400万の年収と、世帯年収ということでいうと、この178万円になった時の減税額というのは11万、12万、13万なんで、大体毎年10万円もらえるお金が増えるっていうふうなことで書かせていただいてますと。で、その減税の額が10万円になるのか、それとも103万、今123万にはなるということは決まってますけれども、ほとんど効果がないと。123万円にとどまると減税の額っていうのは、それぞれ1万円2万円にとどまるっていうふうな計算もありますと。この後石橋省はこの最低時給、全国加重平均の最低時給ということで言うと1500円を目指していくんだというふうに言っています。これを2029年度中にやりますというふうに言ってますというふうに言っているってことは、この基礎控除のこの基準、1日7時間働けます、20日間働けますっていうふうな基準で言うと、611円の時103万ですと。1500円になったらいくらか、253万円になるのが妥当なところなので、今178万円にするかどうかっていうことで言うと、もう当然今178万円で決まりましたとなってしかるべしなんです。そもそもなっているべきなんですね。で、それを今全国加重平均の最低時給が1055円ですと。それを1500円まで上げていきます。だいたい 1.5 倍ですね。上げていくっていうことでいうと、この2029年にもし1500円になるんであれば、2029年にはこの基礎控除の壁っていうのは253万円になるべきなので、178万円、いやいや150万ですとか言ってる場合じゃないんです。当然178万円で決まって、今後もこの基礎控除の額っていうのは上げていきますっていうのが、あるべき形だと。この1995年の103万の壁っていう、この基礎控除の金額が103万で最低時給611円ですっていうんであれば、1500円になった時に253万になるべきだというふうな考え方がありますし、私もそうだろうなというふうに思います。さあ、この石橋省が追い込まれた状態で、国民、先ほど言ったこの150万円、基礎控除が150万円になりそうかというふうな情報が出た時に、このチャンネルの皆様向けにアンケートを取らせていただきました。この150万円ということで基礎控除の金額が、所得税がかからない金額が150万円ということになった場合、それについて納得ですか、国民民主党よくやったというふうに思いますか、あるいは徹底的に178万円ということで、戦ってくれと、徹底抗戦してくれというふうなところで、いくつか項目を設けさせていただいてアンケートを取らせていただいたところ、なんと半分以上の方がこの、納得してないと、徹底的にその178万円ということで譲るなというふうなことでお答えいただいてます。ただ、3分の1ぐらいの方はこの150万ということで納得っていうわけじゃないけどその辺である程度国民民主党頑張ったんじゃないかっていうふうなことでのアンケートに、投票いただいていましたので、3分の1ぐらいの国民は納得するけども、ただ半分以上の方は178万円じゃないと納得しないというふうにお答えになってますと。さあ、石橋省はもう追い込まれているという状態です。国民の支持率を少しでも上げなきゃこの選挙なんて当然迎えられないっていう状態なんで、先ほど最初に申し上げた特別定額給付金、全国民一律の10万円給付といったような給付金いきなりやると
いうことになると、例えばそれで13兆円必要になるんで、なかなかできないかもしれませんが、今協議をしている103万の壁を178万円にする。将来かかるこの所得税を、国民に還元をしていくというところについては、ある程度譲らないと、もしかしたら国民の納得っていうのは本当に得られないんじゃないかなというふうなところもあります。働いてる方、現役世代まだまだたくさんいると思うんで、その働いてる人の所得税が減るというふうな形で、毎年10万円もらえるお金が増えるというこの基礎控除の壁の引き上げというところについて、石破首相としては178万円というふうに譲ってくると。譲るっていうのもおかしいですけども、国民民主党が提案しているところについて、納得して、それで決まるというところ以外はちょっと国民の納得を得られないんじゃないかなと。選挙で自民党が野党になってしまうと、自民党崩壊ということにならないためには必要なんじゃないかなというふうに思ってます。で、それが決まってくるのがこの2月のだいたい来週、再来週のあたりまでです。そこまでにいくらにするというところを国民民主党と決めて、そしてその法案を修正してですね、そして予算を修正してですね、そして2月の末に議決というふうな形になるので、この1週間2週間というところでいくらになるかというところが決まってきますと。その中で出てきたのがこの石破首相不支持率圧倒的ですよと。支持しないというふうに明確に思っている人が半数を超えているっていうところがたくさんあるというふうな状況です。さあ、おそらく私はもっともっとこの178万円に近い金額、あるいは本当に178万円ということで、手を打ってくるんじゃないか、あるいは手を打ってほしいというふうに思っているという形ですね。さあ、今お話ししたのは、毎年10万円もらえるお金が増えるというふうなお話ですと。で、それは何かっていうと、先ほどから言ったように基礎控除の金額ですよね。いくらまで所得税がかからないかっていうふうなお話をさせていただいてますと。で、もう一つの10万円。もう一つの10万円って何かっていうと、全国民10万円給付金っていうのも、やってくれというふうに思っている国民の方もたくさんいらっしゃいますと。実際に視聴者アンケートを取らせていただくと、全国民的に、国に行ってほしい施策としては何ですかというところで、1月の末にアンケートを取らせていただいたところ、1500名を超える皆様からご投票いただきまして、9割ぐらいの方が 89% の人が全国民1人10万円給付金をやってくれというふうに言ってます。何よりもこの103万の壁、今1枚目のパネルでお話しさせていただいた基礎控除の引き上げ、あるいは消費税減税よりも今手元に10万円を給付してくださいというふうな声が圧倒的ですということですね。この消費税減税、あるいは103万の壁、基礎控除の引き上げっていうものは、将来かかるかもしれないこの所得税が減税されるというところだったり、消費税減税、何か物を買うということについてそれにかかる税金が減りますというふうなことです。ただ国民はその物を買う、あるいは日頃の電気代水道代について支払うお金がないよというふうに言ってます。何よりも全国民10万円給付を実現してほしい。何かというと、将来かかるはずの税金を減らしてください。あるいは何か物を買うというところについてその税金を減らしてくださいでなくて、その物を買うお金を欲しいというふうに思っている状態ということです。ただ国民が思っているだけでは実現しません。しかし国民民主党は全国民10万円給付、インフレ手当として全国民10万円給付っていうのを謳っています。これは党の政策として掲げています。そして国民民主党は勢いがありますというところです。あるいは同じように前回の衆議院選挙で国民民主党と同じように3倍に議席を伸ばしたれいわ新選組は、もうとにかく党の第一の政策として、全国民10万円、1人10万円給付を年に4回やってください。ワンシーズンに1人40万円給付してくださいということを掲げていて、今回のこの国会の中でも一番最初の質問の中で、代表質問の中でもう、10万円給付ワンシーズンで4回、ごめんなさい、シーズンごとの給付1年で4回40万円、1人40万円給付して、とにかく国が積極的に、お金を国民に出してください。あるいは税金も減らしてください。消費税を、なくしてくださいと、減税してくださいというふうに言っていますと
いうことですね。国民の実感としては、これも前の動画でもお話しさせていただいているところなので、ちょっと簡単にお話しさせていただきますと、ここでも今お話しさせていただいたような、今の生活がとにかく苦しいということがあります。目の前の支払いとか購入に使うお金が欲しいんですよというふうに思っています。とにかく物価が上昇して給料が目減りしているというふうな状況です。物価が上昇している。これはもう言うまでもないですね。スーパー行っても2割3割値上がりしている商品がたくさんあります。もう言わなくても明白です。さらに給料が目減りしている。これは何かっていうと、今大手の企業が春闘とかでベア 5%、つまりベースアップ、全体として給料 5% アップしましたよというふうに言われてもですね、代表的な、そういう大企業が給料アップしてますっていうのはいいんですけど、ごく一部にとどまると。大半の企業は中小企業に勤めていて、そんな春闘なんてあってベースアップいくらなんてことはないわけですね。そういった企業、中小企業にお勤めになる方がめちゃくちゃ多いと。で、最低時給を今のこの1000円ちょっとから1500円にするっていうふうに言われてもですね、それはパートとかアルバイトでお勤めになる方で、国民の大半、一般的な我々国民の大半が勤める中小企業で月給をもらっているっていうところが、一番ボリュームゾーン、一番多いんですけれども、その人たちの給料は上がっていないと。そうなると物価が上昇して給料上がってないんで、実質目減りしているっていうふうな形になっていますということですね。ちょっとこの後のパネルでもお話しさせていただきますけれども、国民としてはとにかく非常に苦しいという状態にあります。今言ったように物価が上昇して給料も目減りしてないと。目減りしているという、給料が上がってないという状態だからです。ただ国は、国難にあらずと岸田首相が明確に明言しているのは、そのコロナ禍のような国難にないので、この10万円給付とかっていうふうなことはやりませんよというふうに、昨年も言っているといったような状況です。目の前の支払いとか購入に使えるっていうふうなお金が欲しいですよと。自由に使いたいです。目的は様々です。将来かかる税金が減りますっていうふうに言われても、目の前の支払いがなくなるということはないんで、助かるということはないということですね。そして、低所得者あるいは非課税世帯に向けて給付金出す。それは苦しいでしょうと。だからそういった層に出すところには、ある程度納得するという方も、そういう声も多いんですけども、やはり我々も苦しいんだと。全体的に中小企業に勤めている人、あるいはそういった月給をもらっている人は、給料が実質減ってるっていうのもあるので、全国民を対象にした給付金やってくれよというふうなことを言っていると。特別定額給付金、コロナ禍にあった1人10万円給付っていうのはすごいいい印象だった。そしてシンプルに全国民に給付するっていうことで分かりやすかったというふうな声もめちゃくちゃあるということですね。実現することになれば、家計への影響非常に助かるというふうに思っているということですね。ただ石破首相はそういった給付金、今のところやるという声は全然聞こえてきませんと。国民民主党あるいはれいわ新選組はそういった10万円給付金ということを党の政策に掲げて、言っているということもありますが、その与党がなかなか動くというふうな形までには今のところなっていないということですね。実現する可能性があるとすれば、与党が先ほど言ったように、石破首相例えば支持率めちゃくちゃ低いんで、選挙対策で給付金を決めるというのがまず一つです。あるいは野党が議席を増やして実現する。この2つの方法しかありませんと。1番目、与党が選挙対策で決定するっていうところについても、ある程度可能性は高まってきたんじゃないかなっていうふうに、本当に私は個人的には思ってきてます。で、なんでかっていうと、先ほど言ったように、明確に支持しませんっていうふうな人が半数を超えてるっていうふうな状況で、選挙を普通に迎える。支持率はもっと低いわけですね。その状況で、選挙を迎える都議選、あるいは参議院選も代表的な選挙ですね。そういった国政選挙とかを迎える、そのまま突入していくと、さすがに考えられないと。さらには裏金の問題っていうところもまだ国民の中から、記憶がなくなった。その心配、不安が払拭されたっていうこともありませんと。先ほど言ったように、清和会の会計責任者を招致すると、参考人招致するっていうことについても、来ないのは個人の勝手でしょなんていうふうに言ってるような状況なんで、支持率は到底上向いていくっていうふうなことにはならないので、やはり何か施策を打たないと選挙の前にですね、その内閣あるいは与党、自民党とかの支持率を上げるということにはならないと。そうなった場合に
非課税世帯、低所得世帯に対して給付金出しますよっていうところでなかなか支持を集めにくいっていうところがあるので、やっぱり選挙対策ということで、全国民1人10万円給付金といったようなところもやってくる可能性もあるんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってます。10万円の給付金ということにならなかったとしても、何か例えばインフレ対策だったりとか、あるいは何か手を打ってくるんじゃないかなと。少なくとも先ほどお話したように基礎控除の引き上げっていうのはいくらか実現するでしょう。ただ178万円満額にならなかった場合は国民の納得っていうのは低いという可能性はありますと。そうなるとそのまま選挙に行くとめちゃくちゃ惨敗するっていうのは前回の衆議院選挙でも明白でした。去年も選挙前にいろいろなことをやりました。もう記憶あまり明らかじゃ定かじゃないかもしれませんが、定額減税っていうのも実は岸田首相が実行しました。さあどれぐらいの金額だったかっていうと、1世帯あたり、例えばお父様お母様お子様2人いらっしゃる家庭の場合は合計で16万円減税になりました。減税になるっていうふうな施策だったんで、なんなら1世帯あたり16万円給付したのと同じだけの還元は国民にあったわけですけども、それでも支持はほぼ上がらず、そして石破首相に内閣が変わると、内閣総理大臣が変わると、自民党総裁選があって岸田さんから石破さんに変わるというふうなことがあっても、そういった減税の施策をやってもというふうなことがあっても選挙で惨敗でしたということでした。さあそこでもしかして先ほど言った基礎控除の金額が178万円になりませんと、150万です、160万です、155万ですとかっていうふうなところでもし収まった場合、おそらく定額減税と同じようにぬるっと国民には響かずというふうな形になってしまうんじゃないかなというふうに思います。そしてそのまま選挙を迎えたんでは大惨敗というふうな形になるっていうのは、前回の衆議院選挙でももう明白になったんで、国民の給付してほしいというふうな気持ちにやる気なしということではなくて、ある程度は応えてくる必要があるんじゃないかなというふうに思ってます。なので与党が選挙対策で実行してくるという可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってます。あるいは野党がその結果ですね、本当にこの与党、今の自民党あるいは公明党が野党になってしまうと、野党の方が政権を担うというふうな形になるとしてもですね、その際にその10万円給付を掲げている政党っていうのが議席を増やして実現するといったような形ですね。この国民民主党とかあるいはれいわ新選組というのが議席数をまたさらに伸ばして、もしかしたらこういった10万円給付というのを実現する可能性っていうのは出てきました。次の選挙本当にどうなるか結構わからないっていうふうな状態になってきました。自民党は相変わらずの体質なんで、本当に自民党の議席が増えるってことは多分次回はさすがにないと。なんなら大きく議席を減らす可能性も出てきましたと。でここ最近の動きで言うと、もしかしたら立憲民主党も大きく議席を減らす可能性っていうのが出てきました。なんでさすがに自民党と一緒になるってことはさすがにないにしても、本当にどの党が政権を担ってやっていくかっていうのはなんならすごいわからない状態になってきましたと。参議院選挙、今年の夏にありますが、その前に例えば内閣不信任案が可決されたりとか、あるいはその今月の末までというふうに言われているこの参議院の予算の決定の期限、そこでもし予算案が否決されるということにでもなろうもんなら、石破さんは解散しますというふうに言って、解散も厭わないというふうに言っているので、もし解散されて選挙があって自民党公明党じゃないでしょっていうふうになって、ただ立憲民主党でもないとなった場合に、どういうふうに政党の議席が動いていくのかっていうのは本当に分からなくなってきましたと。国民民主党れいわ新選組はおそらく議席を増やしそうだっていうふうな傾向で、自民党は減らしそうだ、もしかしたら立憲民主党も減らしそうだというふうな状況、維新はどうなのかなというふうな状況になってきています。そんな中で10万円給付掲げている国民民主党れいわ新選組っていうのが議席を伸ばして、そして10万円給付実現するというシナリオも全然あるんじゃないかなというふうに思っています。もし給付金が支給されるような、支給が決定しそうなタイミングということでいうと、この予算案が決まるっていうところまでで、10万円給付が決まるっていうわけはないというのは分かりました。これなんで2番消してあるかっていうと、10万円給付を、
インフレ手当として国民1人当たり10万円給付をっていうふうに言っていた国民民主党が、この今は基礎控除の引き上げ、103万の壁突破に全力を尽くしていて、この2月末までのこの予算案の中では、その審議の中では衆議院の中では押してきませんよっていうふうなことを明確に言ってますということなんで、ここの段階ではないと。れいわ新選組めちゃくちゃ言ってるんですけど、いかんせんまだ9議席っていうところがあるので、なかなか本当に実行されるというふうなところまでいかないというのがあります。さあ次のタイミングいつでしょうと。参議院の選挙前、参議院選挙っていうのが7月20日ぐらいにあるんじゃないかなっていうふうに言われてますと。で、その前、都議選、東京都の都議選で、6月22日だっけかな。それぐらいに都議選がありますと。おそらくその辺でもし何か施策を出してくるんだとしたらですね、給付金の施策を出してくるんだとしたら、その辺で来る可能性もあるんじゃないかと。与党、自民党が出してくるんだとすればその辺かなと。選挙対策として、何か出してくるんであればそのタイミングかなと。選挙対策っていうのは本当におかしいんですけど、そういうような形で給付金決まってくる可能性ももしかしたらあるんじゃないかなというふうに思ってます。あるいは先ほど言ったように予算案の否決、あるいは不信任案の可決と、内閣不信任案の可決ということになれば、この衆議院も選挙、衆議院も解散になってですね、選挙が行われる可能性もあるんじゃないかと。そうするとその選挙の前、あるいは選挙でこういった10万円給付を実現を目指している政党が議席数を大きく伸ばして実現していくっていうふうな可能性もあるんじゃない。選挙前、選挙後ということですね。この衆議院の解散、もしあるとしたら、今年あるとしたら、衆参同日選挙、いわゆる7月20日に、両方とも選挙するということもあるんじゃないかというふうな状態になってきましたということですね。とにかく基礎控除の引き上げ10万円と、毎年10万円給付、いわゆるもらえるお金が毎年10万円増えるっていうふうな形になるこの基礎控除の額の引き上げというところだったり、あるいは全国民10万円給付というふうなところだったりとか、国民に少し還元をしていく、国民からたくさん税金を取るっていうだけじゃなくて減税をしたりとか、あるいはそういった給付金を出すといったような形のことがどんどんと検討されるようになってきました。今まで自民党一強のですね状態で、できるだけ税金を言い方あれですけど取るというふうな形を目指しているっていう状況から、やっぱり国民に還元していきましょうよ。国内でなかなかお金回ってないんで、国民にお金を還元していきましょうというふうな動きがたくさん出てくるようになりましたし、そういったことに支持をするというふうな国民も増えてきました。明確に冒頭に申し上げたように自民党の支持をしないと、与党の支持をしない、内閣の支持をしないというふうに支持率が出ると、国民の声が上がるというふうな形になってきましたので、今後の動きっていうところについても本当に注目するところだと思うので見守っていきたいというふうに思います。で、この2月のこの予算がごめんなさい、2月の末までに来年度の予算が決まるっていうふうな審議をされている非常に重要なところです。で、その中でおそらくこの基礎控除の金額っていうのは決まってくる。しかも今週来週のうちにおそらくこの金額っていうのは決まるというふうなことが予想されるので、この多分今週ぐらいにある程度の金額出てくるような気はしているので、それについても注目して新しい情報があったらまたすぐにそこでお話しさせていただきたいというふうに思っています。それによって我々が毎年もらえるお金がどれぐらい増えるのかっていうところに対して影響がありますし、その金額が決まってくるというふうな形になりますので、それについてもまたお知らせさせていただきたいというふうに思ってます。で、本当にこういった給付金とか補助金に関しての動画を出させていただくと、たくさんそれこそ毎回何万回も再生していただいています。いつも本当にたくさんご覧になっていただきまして本当にありがとうございます。で、たくさん、我々一般的な国民の皆様にたくさんご覧になっていただいているということは、政治家の方も中にはご覧になっていただいているということもあるんじゃないかなというふうに思ってます。何万回も再生されるんで、何十人かぐらいは毎回政治家の方ご覧になっていただいていると思ってます。で、その中で我々一般的な国民がどういうふうなことを考えているかっていう、こういうアンケートだったりとか、そういったものの結果についても見ていただいていると思いますし、あるいはさっきのこの、
今までこの動画を出させて、給付金とかの動画を出させていただいている中で、いただいたコメントを、統計を取って、なんで全国民10万円給付を求めているかっていうことについてのその理由というところについてもお話しさせていただいているんで、それを見ていただいている政治家の方とか、結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思ってます。で、こういった10万円給付金とか、あるいは毎年もらえるお金が10万円増える可能性のある基礎控除の引き上げというところについても、少しは我々の声が反映されて、全部が叶わないまでも我々一般的な国民がどういうふうに思っているかっていうところは、伝わっているところもあるんじゃないかなというふうに思ってます。なので、こういった給付金とか補助金に関して、あるいは基礎控除の引き上げについて、もう賛成反対の一言だけでも結構ですので、ぜひこの動画のコメントでですね、ご意見入れていただければなというふうに思ってます。我々一般的な国民がどういったことを考えているかっていうのを、少しでも伝えたいなというふうに思ってます。それから、今日この動画をご覧になっていただいている方、個人の方でご覧になっていただいているという方がほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたら、すぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をして、できるだけ早く給付されたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の給付、確実に完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。給付金に関して新しい情報が出ましたら、このようにすぐにそこでお話しさせていただいてますし、独自の見解でお話しさせていただいたりとか、あるいはアンケートを取らせていただいて、その皆様がどう思っているかということについてまとめさせていただいたりとか、してますので、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしておいていただければと思います。チャンネル登録をしておいていただくと、新しい給付金の情報が出たときにすぐにご覧になっていただくことができるようになります。独自に取材をさせていただいて、それについてお話しするようなこともありますので、ぜひチャンネル登録をしておいていただければというふうに思います。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。最近ですね、やっぱこの予算の審議されているということで、そういった具体的な金額、いくらになりそうかというところもポンポン出てくるような形になってきました。で、その中で、本当にこの2週間ぐらいで、バタバタと決まってくるところもあると思うので、特に、基礎控除の引き上げ、毎年もらえるお金がいくら増えるかというところについては、とにかく、決まったらですね、すぐにそこでお話しさせていただきたいなというふうに思ってます。今日も最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。また新しい情報ありましたらお話しさせていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。